そんな矢先だった。続くロシア大会の公式練習中、4回転ループで転倒。1年前怪我を負った右足首を再び負傷した。それでも強行出場し、足に激痛が走る中、執念の演技で初のグランプリシリーズ連勝を果たした羽生。また次演技するときにはちゃんとできるように頑張ります。ありがとうございました。すみません、失礼します。ありがとうございました。だがその代償は大きかった。グランプリファイナル、そして全日本選手権と続けて欠場。4ヶ月間表舞台から姿を消した。いや、もう本当にずっとくすぶり続けてたんですごく練習の時も、しっかり燃やしながらやってこれたと思ってますし、あとは本当にこの舞台でどれだけ自分が燃やし尽くせるかだと思うので。翌日、4ヶ月ぶりに戦いの舞台へ帰ってきた羽生。ここ埼玉スーパーアリーナはソチオリンピック後の世界選手権で初優勝した思い出のリンク。しかし湧き上がるのは懐かしさより、あの頃の自分を超える強い思いだった。右足の感触を確かめながらのアップ。徐々に熱を帯びてゆく。この感覚も久しぶり。そしてついにリンクへ。公開練習から3000人を超える観客。果たして羽生の仕上がりは、武良崇人さんにチェックしてもらった。羽生が登場。湧き上がる歓声。すげえな、あの湧き方そんな観客席も羽生がリンクインすると、足首は大丈夫なのか、固唾を飲んで練習を見つめる。ゆずコンパルソリーって丸書くやつやってたじゃないですか。あれで踏ん張れてるってことは多分大丈夫。あんだけ外れてても耐えれるんで大丈夫です。あそこまで左外れてて戻せるってことはやっぱりもう感覚持ってるんで。リハビリ期間もあり、4回転アクセルこそ完成に至らなかったが、4回転トーループ、サルコー、ループまでは完璧に復調。そしてショート秋に寄せての曲かけ練習。入り方が安易なんだ。すぐに入り方、ポジションの確認。かつての感覚を必死で取り戻す。体よく動いてるから全然大丈夫ですね。
実際これ試合すごい楽しみだなと思ってますね。そして昨日の滑走順抽選、主役たちが勢ぞろいする中、最終グループのトップバッターに羽生、その羽生の直後に宇野昌磨。戦いの幕が静かに上がった。今回の世界フィギュアスケート選手権では初の試みが、その秘密はこのカメラにあります。昨日の女子ショートプログラムの放送で使われていたこの映像、これがフジテレビ独自の新技術アイスコープ。今までは数値化されていなかったジャンプの高さや飛距離、着氷速度を計測することができる画期的な技術なんです。この技術が国際スケート連盟に認められ、今回の世界選手権ではアイスコープの映像が初めて全世界に配信されることに。ではどうやってその映像が作られているのか。リンクを見渡せる場所に特殊なカメラを2台設置。その映像を使って解析計測するのは、現実世界の座標軸と映像の座標軸をリンクさせ、位置情報を正確に測れるソフト。アイスコープでジャンプの計測を行っているのがこちら、リンクのすぐそばなんです。どのように計測してらっしゃるんでしょうか。そうですね、まず収録した映像から選手の踏み切り地点と着氷した地点ですね、ここを選択すると、物差しのような要領でこの2点間の距離が表示される。高さに関しても同じように場所を選択すると同じように高さが測れます。どのくらいの時間でこれが測ることができるんですか。20秒はかからないかなぐらいで測れます。計測された数値はすぐさま映像化。演技終了後すぐに見ることができるんです。何メートルとかさ、なんでこんな怖い怖い。ほら。面白いことやるん違いますか。すごいな。選手も驚くアイスコープ。その大きさとか高さとかがもう一目でわかるので、その数値見てもやっぱり大きいなって思ってもらえるようにバコンと取りたいなと思っています。アイスコープはフィギュアスケートの新しい楽しみ方を提供してくれる。今回の世界選手権では選手の演技はもちろん、このアイスコープからも目が離せません。同い年には国民的な英雄、あの羽生結弦がいる。猛スピードで成長していくライバルの背中を幼い頃からいつも追いかけてきた。一歩一歩コツコツと。一気に伸びたことが今はそんなにないので、地道に地道にっていう僕の成長かなと思います。2018年、その地道な男がようやくたどり着いた一番高い舞台。これがすごい年齢離れてたら、もうただただの尊敬だけで多分終わると思うんで、やっぱり同期だったからこそ、ゆずが頑張ってるから、やっぱり自分自身まだまだ追い込める、まだ成長できると思って、ここまで続けてこれたのかなっていうのは。羽生結弦が幾度となく見てきた頂点からの景色。彼はそこに立つために全てを投げ打ち、闘志をみなぎらせ戦っている。日本開催の世界選手権、羽生結弦の覚悟とは。今の自分の気持ちを正直に話すと、毎日を大切に過ごす、一つ一つ丁寧に全力でやっていきたいなと思っています。真の世界王者決定戦、やっぱこの試合にピークを合わせて、でそこでピークを合わせられるかどうかがやっぱり
スポーツマンとして一番大事なところだと思いますし、そこができなければ話にならないと思っているので、やっぱり、オリンピック王者としても、一人のスケート選手としてもここでしっかり合わせたいなと思います。シーズンの締めくくりとして世界選手権というのが存在すると僕は思っていますし、そのシーズン勝てたか勝てなかったかっていうのはこの試合で決まると思うので、そういった意味ではこのシーズン勝ちたいなって思ってます。